もしれないですね。少しね、はい、相手の方のね、陣形によってね指し方を変えるっていうのはとっても将棋大事なんですよね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。はい、私は今回ね後手番ですね。はい。すみません。4四歩と止めてね、すみません。振り飛車のね形にしていきましょう。さあ今回は四間飛車を使っていきます。藤井システムとかね、対穴熊シフトもあるんですけど、今回はね、じっくり囲う方のね、美濃囲いで、四間飛車でねいきます。8八銀はちょっと変わった手ですね。これは、近年ね、少しね居飛車側の駒組みもねいろんな駒組みも出てきまして、今回はね、8八玉でしたらね穴熊を目指す手なんですけれども、8八銀だったので、8六歩か8七銀と上がってね銀冠にする手やね、角を引いて7七桂からミレニアムにねするような構想もね考えられますね。ちょっと珍しい手ですけどね、はい、これで銀冠を目指すということでしょうか。で6六銀と上がってきました。これはね6八角と引く手があるのでね、そうですね、こう飛車を銀を上がっておく方が無難ですね。さあここ難しいですね。飛車を回って穏やかに指すか、4五歩とねついでちょっと突っ張るか、どっちがいいかな。飛車を回れば穏やかな指し方、歩を突くとちょっとね突っ張った指し方、歩を突くと2四歩同歩同角で2二飛車2五歩とね打ってくる可能性がありますね。それでどうなるか、いい勝負でしょうけどね、ついてちょっと突っ張ってみますか。飛車を回ればね、数の受けで、2四歩の筋はねなくなるんで一番手堅いんですけど、これは場合によってはね飛車を回らないで済ましちゃおうってことですね。ちょっと欲張ったと。銀上がってね、飛車を4筋のまま使えたら得だなとかね、そういうことですね。ただね、2五歩と行く手があったのでね、この辺は解説台の方でちょっとねできればと思います。相手の方桂馬を飛んでね、結構突っ張った形ですね。私の方も桂馬飛んでみますか。さあで、2四歩きましたね。この2四歩の筋があるのがね、一つね、私の方としてはね、この4二飛車とね回らなかった部分のねところを咎められてるって意味あるんですけど、ただねこれ形がまだ悪いんでね、居飛車側がねどうでしょうか。これ同銀で取る手もありそうなんですよね。同銀に2四角なら2二飛車と回ってね、3三角で2八飛車で王手になるんですよね。普通ね同銀で取って2四角2二飛車に3三角なら2八飛車に5五馬とね、角と銀がね2枚取れれば居飛車が成功なんですけど、この場合はね、王手になるんでね、これ銀引く手もあってね難しいんですけどね、同銀引いても不満なしなんですけど、ちょっと強くいってみますか。同銀でね、これ一番強気です。銀を引いてね指してもいいんですけれども、ちょっとね、居飛車側の形が悪いと見てね、強気にいってみましょう。で飛車走ってくるんですけど、歩を受けといて、さあこれでどうかですね。飛車がね走られてね、基本的にはこう気持ちよく飛車が出れればね居飛車は十分なんですけれども、今回ね、この居飛車の形がね悪いのでね、こう玉の周りが薄い格好なんでね、そこを咎められないかなってことですね。大体の方を丁寧に受けてきましたね。さあここでね7五歩とここ行く手はあるんですよね。ここはやっぱり薄いんでね、ただ私のも桂の頭なんでねうまくいくかどうか、これをね切り札に取っておいて、先に4六と突くとかね、4六は普通ですよね。同歩で歩を突く、そっちにしてますか。さあこれはね、2四に2八歩がねちょっと悔しい形に見えるんですけど、やはり飛車がねここをさばけたのが大きいというね相手の方の判断でしょうね。なので私の方もね、何かね、反撃していきたいとこですよね。ここでね、ここね突くの怖いんですけど、いっちゃいますかね。思い切ってね、ちょっと怖いんですよね。というのもね、後々桂馬が入ると7四にね桂馬を打たれる形が残るんでね、ついてみますか。思い切って積極的にね。ただ気をつけないといけないのは繰り返しなんですけどね、この桂馬をね取られて、ここに桂馬を打たれる形がね美濃囲いの非常に弱いところなのでね、大体銀を投入して受けてきました。いやこれは手堅いですね。さあ角を出てもうバンバンいっちゃいますから、ね、同角同飛車で11飛車で7六を狙うと、もう私の方もね勢いでバンバンいってしまおうと。これで金取り、これが金取りなんともね、居飛車の側がね少し陣形が危なかったよっていうところですね。
さあこれでこのね10飛車の動きを通して取り込んで、これはうまくいったかもしれないですね。少しね、はい、相手の方のね、陣形によってね指し方を変えるっていうのはとっても将棋大事なんですよね。部分的には、飛車をさばかれてね、悪そうなんですけど、相手の方のね陣形が良くなかったのでね、本来は居飛車が成功と、ね、なるような、形だったんですけど、この場合はね、かなり、居飛車側もね戦えるということですよね。で角はねやっぱり桂馬を取って7四にね桂馬を打つ形を見せてるわけですね。飛車が逃げたら桂馬を取ってと。ただ飛車を寄るか引くかで桂馬を取った時に歩を打っていくような感じで良さそうですけどね。あとは飛車を切っちゃう手もあるんですけどね、ちょっとやりすぎかな。飛車切って同銀で桂打つような手でもいけそうですけどね。飛車引くのが冷静ですかね。この場合ね先に銀1枚儲かってますからね。飛車切ってね寄せに行く手もあるんですけど、そこまでしなくてもという感じですね。はい、で、歩受けてね硬いんですけど、この場合はもうねこう受けてくれた場合には飛車をね鳴らせないで、さあ三角ぐらいでいいかな。角打って、ただ飛車を打ってくると思うんでね、一応先まで読みますか。飛車さえ鳴らせなければね銀得が大きいのでね、角を打っとく、どこがいいかな。銀打つ手もあるんですけどね、銀だとちょっとね後々攻めに使いにくいんで角打ちますかね。はい、こう打つことでね、飛車をね、鳴らせなかったので、純粋にね銀得なのでそれだけ残るということですね。さあこれでどうするか難しいですけどね、まだねはっきり形勢はいいんですけど、王様をね具体的に寄せるにはどうしたらいいか。飛車寄るような手もあるのかな。飛車寄ってこの歩を狙うありますかね。この飛車さえ使えちゃえばいいんでね、飛車寄ってみますか。これはね、この歩を取ってね、飛車が今こう角で塞げられてるんでね、相手の方のね角もあまりこう働きは弱いんですけど、飛車寄ってね、やはり飛車をね使うのが一番勝ちに近いと。相手の方はもう飛車切ってきましたね。これちょっとね辛いでしょうね。局面的に、やはり銀損ですからね。局面では大差で、結構差がついてね、私の方が優勢ですね。王様を詰ますまではねまだ難しいですけども、で歩を受けましたか。さて、銀得で、手番も握ってね、好調ですが、あとは寄せですよね。どう寄せていくか。低くてね、どこが急所かいまいち分かりにくいのでね、どういくのがいいのかな。どっか1点でもね破ってしまうのがね、破れてしまえばって感じですね。2六飛車とかがいいかな。飛車成りを狙ってね、金で受けてくると飛車の横歩を取れるんでね、飛車打って、これで破りに行くのがいいですかね。ちょっと変わった手ですけどね、2八飛車成で、破れれば、2九竜がどんどん攻めれますし、飛車成りを防ぐためにね、金が3八金とか3九金とかですと飛車を寄ればねいいので。さあこれはね、王様硬いのでね、あとは本当に金駒いっぱい渡してね、7四に桂馬打たれる形だけですよね。負けの形が出るのはね。中盤ねいきなり激しくなったんですけれども、先ほどねちょっと言いかけたのはやっぱりこう対局は将棋はね、定石、部分的な定石とかはあるんですけれども、状況によってね、結論が変わるというかね、形勢が入れ替わることがあるんですよね。本局の場合は、居飛車のね部分的には居飛車の攻めがうまくいってるんですけれども、全体を見るとね居飛車の玉形が悪かったので振り飛車側も十分ね勝負になるっていうねことですよね。さあ、攻めになりましたね。歩突き受けとく手もあったんですけどね、もうどんどん攻め合っていけるという判断でね行ってみました。受けとく方が手堅かったかもしれないですけどね、これでも十分いけそうです。金を打ってくるんでしょうか。そうですね。さあこれでまだね私の王様は全然安全なので、どうやって、攻めていくのがいいかですね。ここに角打つような手ありますね。角を打って、ただ7六飛車があるかな、それに対しては。香車を取っとく手も悪くない。どうするのがいいですかね。ちょっと迷いますね。歩を打っとくような手もありますね。歩を打って、歩成からね崩していく。7五桂もあるんですけど、7五桂は3二角成と逃げてくるんでしょうか。どうするのがいいかな。7三歩成とね取られても同銀でね、玉形はまだしっかりしてるんでね、
さあどう攻めるのが一番早い攻めになるのかっていうのをね今考えてます。どうするのがいいのかな。歩打って銀打って手厚く攻めていくのもありで、そっちにしますか。玉頭からいきましょう、この場合はね。ここはね、いろんな手段があったところですけどね、横から攻めるんならね、香車を取ってからねじっくり攻めるような手もあったんですけど、このね玉形の角と桂っていうのがね、頭が弱点なのでね、そこを攻めつつ王様を攻めていくということですね。もちろん桂馬がね王手で取れれば大成功ですし、大成功というかね、大きな戦果ですし、同角ならね7五銀とね手厚く打って、自分の王様もね、手厚くしながら、寄せていくって感じですね。7三歩成同銀でね8三桂みたいな攻めありますけどね、その場合も6二玉とかねかわしてしまって香車を取られてもね、王様自体はねバラバラ安全なので、同角に7五銀取って角が逃げれば7六歩といったような感じでね、追い打ちをかけていくようなイメージです。相手方ちょっと考えてますけどね、手駒が少ないんでね、ちょっとここは苦しいでしょうね。同角でしたね。これはもう銀をバチッと打ってね、こういうね、自分の玉頭にもね、攻めながら自分の玉の方のね安全にもなるので、こういう手はね負けにくいというかね、逆転しにくい、逆転されにくい手ですね。せっかくなりで歩を押さえてね、自分の方の玉形をね、玉の厚みを作ってね攻めていきます。銀がね2枚いますから、逆にねこう上に乗っかられる形ですとこの王様危なくなるんですけど、これはね、7四歩と打つ手が一番厳しい手ですかね。7四歩とって同銀なら7三飛車、一番それが厳しいですが、7七歩成からね、攻め合っていけそうな感じですね。8三桂でしたか。この桂打ちはね、先ほども言ったように、どっちもありますけどね、玉立つ手もありますけど、かわしますか。7四歩の方がね、王手ではない、手としては厳しいんですけど、王手で、先手でね、打てるんでね、両取りなんですけど、ここかわしておいて。ですね、これは桂馬を取って、先ほど言ったようにね、9一桂成の瞬間が、ややね手として甘い形なので、ここでねどんどん攻めていけそうです。6五桂の方がいいかな、どっちがいいか迷いますけどね、6五桂しますか。7六歩でもね優勢ですけどね。で馬の利きを止めながらの攻めで着実です。同馬と取ればね同歩と取っておいて、十分ですね。で香車を受けましたが、これはそろそろね決め手がありそうですね。取って歩を打ってってもよりそうですし、歩を打っちゃうのもあるしな、歩を打っちゃう方がいいかな。これが一番痛いですかね。取れるんですけどあえて歩打って同銀なら、7七銀と打って、最後にね、5九の金が取れるんでね、じゃあキングが引きました。さあこれはいよいよ決着というかね寄せられそうです。銀打ち込むから最後に金を取る手があるんでね、いよいよ寄り筋になりそうです。金を取って難しい手があまりいらないですね。押し込んでいけばね、私の王様ね安全ですしね。でこの時に、七駒の金を取ってね、これで次に8八金からの即詰みですね。で飛車の王手はあってもね、7二桂とかね受けとけば大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。今回はですね久しぶりに私が振り飛車ですね、四間飛車を採用しまして、相手の方がね持久戦模様ちょっとミレニアムにね組み替えるかなっていったあたりでねちょっと戦いが起こりまして、陣形の差を生かしてねうまく立ち回って駒得をしてね、最後終盤相手の方は非常にね粘り強かったんですけれども、最後は押し切ったという内容でした。こちらの将棋序中盤終盤にかけてですね、ポイントはですね将棋オーズ、解説編動画の方で、大盤を使ってじっくり解説いたしますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。